皆様こんにちは、ガーモールです。本日から公開が始まったジークアクス、早速劇場の方で見てきました。内容の方はとにかくすごいの一言。公式では本日発売の HG ジークアクスの中身に関するネタバレ投稿を控えるよう呼びかけがあるほどでしたが、まさに度肝を抜く展開でした。まず一言だけ言えるのは SNS などが流行っている昨今、ネタバレを踏んでしまう前に今すぐ見に行った方がいいと思います。本当にネタバレなしで見るのとネタバレありで見るのとは全然感じ方が違いますね。シードフリーダムの時もズゴックが出てくるとか驚きの展開がありましたが、今回は映画上映開始3秒でいきなりボディーブローをかまされるような感じになります。なので展開が最初から最後まで驚きっぱなしになるので、特に往年のガンダムファンの人はネタバレを踏む前に映画館で見ておいた方がお得な気分になれると思います。ということで今回はそんなジークアクスの感想会をしていきたいと思います。本動画ではネタバレを含まないように配慮しておりますが、明日以降の動画ではネタバレを含む内容になる予定ですのでご注意ください。また本動画のコメント欄ではネタバレを避けていただくようご配慮をお願いいたします。まず今回の映画の内容はストーリー的に大きく分けて前半と後半で2つに分かれていると感じます。前半パートはマチュたちの住む世界というのがどのようにして出来上がっていったのかということが描写されています。何か一つでもヒントになりそうなことを発言すると全てのネタバレにつながってしまうので、細かい話はここではできないのですが、もちろん様々な戦闘シーンとかもあるので PV で登場しているモビルスーツに関わる機体が様々な戦闘を繰り広げていき、世界観がわかるようになっていました。後半ではマチュたちが登場するわけですが、スペースコロニーの中の描写や各キャラクターのセリフ回しからマチュたちの世界ではどのような人たちがどんな暮らしを送っているのかがよくわかるようになっていると思います。また PV ではジークアクスの宇宙戦闘が描かれていますが、かなり躍動感のある動きをしていて見応え抜群だと思います。映画で見たらすごい派手で素晴らしいと思いますが、逆にこれが今度テレビで放送されると考えると、このクオリティの戦闘がテレビで見れると考えたら相当力を入れているのではないでしょうか。モビルスーツの動きがカラーの映像技術ならではというのも面白いところ。機体の動き方が従来のガンダムとはまた一味違った感じなんですよね。ロボットらしい一面もあれば人間らしい一面もあれば、そしてなぜジークアクスがそんな動きをできるのかというのを納得させてくれる描写もあるので、原理も何もわからないけど実際に動くとか、そういった類ではないのもまた良いところではないかと思います。それとカメラアングルの方もすごく宇宙空間でぐるっと動いていくので、立体感というかすごく躍動感につながっているんじゃないかなと思いますね。 PV で出ていたマチュとニャーンとシュウジの人間関係が短いシーンの中で分かりやすいというのも良かったですね。マチュに関しては血縁関係者も登場したり、女子高生という設定から学校の様子が描かれているので、人となりが自然に理解できるようになっていたのが印象的でした。短時間の映画だったにもかかわらず人物相関図が分かりやすいのが個人的にはとても素晴らしいと思いました。ニャーについても公式ホームページで非合法な運び屋をしている少女として紹介されているように、どこか影を持つキャラクターとしての背景が興味深かったです。その背景がセリフだけではなく様々な人物との関わりの中でしっかりと伝わるようになっているのが良いのではないでしょうか。シュウジの方はミステリアスな雰囲気を持つキャラクターですが、まさに今後の展開をつなぐ鍵になるキャラということが伝わってきましたね。そこはテレビ版での続きを待つのが楽しみなところだと思います。キャラクターとかモビルスーツの動きは水星の魔女の時も歴代ガンダムのオマージュを感じられるシーンがたくさんありましたが、ジークアクスでもあれなんか見たことあるぞと往年のガンダムファンをうならせる描写がたくさんあるので、新規の人はもちろん往年のファンも飽きさせないポイントが多かったのが嬉しかったですね。楽曲の方も米津玄師さんのプラズマに加えて他にも複数の曲が流れるんですが、タイミングが素晴らしいですね。ジークアクスの躍動感あふれる戦闘と楽曲の組み合わせですごくテンションが上がるので、ぶっちゃけ私ジークアクスのデザインはかなり今までのガンダムで攻めたデザインだったので、ちょっと抵抗感もあったりしたんですけど、映画を見て一気に機体が好きになりました。それぐらい戦闘シーンの躍動感と BGM の組み合わせが素晴らしいと思いました。ちなみに今回ガンプラの HG ジークアクスの方も購入させてもらったんですけど、公式でネタバレへの配慮メッセージが X の方で出ているという理由がすごくわかります。
特にパッケージを開けると開けた瞬間ネタバレになるものが入っています。何がとはちょっとまだ言いませんが、蓋を開けて一番上に入っているものがネタバレ情報ですね。ただ実際組み立ててみると、ジークアクスの構造とか武装といったものからどういった機体なのかということはある程度わかるようになっているんですけど、さすがにジークアクスが持つ秘密とかは載っていないので、その辺は安心していいんじゃないかなと思います。しかしパッケージを開けるとすぐネタバレ情報が入っているということで、ネタバレを嫌う方がいらっしゃったらパッケージを開けるときは注意した方がいいんじゃないかなと思いますね。それから劇場販売されているパンフレットについてです。私今回豪華版パンフレットを購入させてもらったんですけど、パンフレットの一番上に閲覧注意と本編の内容を含むので鑑賞の後にご覧いただくことを推奨しますという、もうワーニング、ネタバレという文字がデカデカと書いてあります。本当にシードフリーダム以上に、もう映画が始まった瞬間からとんでもない展開が来ます。これみたいになるので、こういう注意書きがされてるんだなというのがよくわかります。中身の方は豪華版を見てみると、登場するモビルスーツとか人物、そして物語の背景に用語、それから今回の制作陣の方々がどのような経緯でこういうガンダムを作ろうという話になったのかという監督の鶴巻さんのインタビューとか様々な面白い内容が入っているので、ジークアクスの世界観に興味のある人たちは豪華版のパンフレットを買うと本当に幸せな気分になれて良いのではないでしょうか。本作の設定も含めた内容の方はまた別のネタバレあり動画の方で出していきたいと思いますが、というかネタバレありの動画で語らないと本当に語れる内容が少なすぎるという感じはするので、そこは次の動画で話していきたいと思います。本作は公式サイトオープン当初にイタリア版サイトで詳細のストーリーが公開されてしまっていたので、 PV 見て考察するどころか中身ががっつりバレてしまっていたので、さすがに公式の確定情報を考察扱いして取り上げるわけにはいかなかったので控えていましたが、ついに映画が公開されたということで、本作を見るなら絶対にこの設定は知っておいた方が面白いよなと思うものがいろいろあるので、それはまた動画を作っていきたいと思います。もうね、シードフリーダムの時とはもう比べ物にならないぐらい物語全てがネタバレと言える構成になっていると思うので、映画を見た瞬間もう冒頭からってこの展開ってもうなること間違いなしだと思います。今は X とか YouTube とかでネタバレ情報っていくらでも入ってきてしまいますけど、そういう情報を見る前に劇場でぜひ見てください。あと HG 版を購入した人はパッケージを開く前に映画を見といた方がいいですね。買った方はご注意ください。ということで今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。